まれてきてくれた以上は、それをもうできるだけみんなに感謝してもらうものにする。うちで育ってる間は一番どこよりもいい環境で育ててあげるっていうのが僕らなりの愛情ですね。自分の知らないところで食べた人が声かけてくれて美味しかったっていうのが一番嬉しいです。子供が何を食べたいって言った時にやっぱりうちの豚を置いてあるお店に行きたいって言うから、それだけでもまあ嬉しいですね。三好畜産代表取締役の三好俊弘です。祖父が養豚を始めてて、で、父も叔父も養豚をしてて、小さい頃から洗脳されてたんで、もう後継ぎになるよと。僕が修行時代に行ってたところで、食べた肉が美味しくて、もっとよりいいものを作ろう。消費者の顔が見える仕事。誰が食べて、どこで食べれるっていうのが分かりたかった。やりがいが欲しかった。めっちゃ色がいろんな色ブチブチ。子豚は寒がりで、お母さんは暑がり。冬はあったかく、夏は涼しく。子豚は毛艶と肌の色、ピンクで毛艶がいいのがいい豚で、下痢してたり調子悪いのは白っぽくなってるんで、その豚によっては隔離したり、お乳が飲める兄弟が小さいところにつけてあげる、里子に出したりしたりして対応してます。まず午前中はここで作業して、で、納品のあるお肉を取り入って、従業員に持って行ってもらって、で、午後から、農場の管理していくような感じです。でここで温度を管理して、だいたい20度ぐらい。換気扇全部ここで、集中的に。でこれが床暖の温度設定。おはようございます。菌をペーハーでも殺菌するためにきれいにした後に石灰塗って、新しい豚入れる時にほぼ菌がない状態にして入れて、ここまでやってるとこは多分あんまりない。まだ残ってる豚。味見できたりだね、ちょっとパクって。もう多分餌食べて落ち着いてる時間なんで、基本的にはもう元気な豚は寄ってくるし、寄ってこないやつを中心に見て、寝てる豚、寄っていっても起きない豚とかを見てたら大体調子悪いの分かります。一番は空気が大事で、次が水、その次が餌。それは常識だと思う、業界でも。エアフローが大事で、適切なその空気の循環することによって新鮮な空気と出てくるガス、アンモニアだったりを排気して、フレッシュエアを多く取り込むことが大事なのかなと。で向こうまで見通せるかとか、埃が多いとやっぱ見通せないし、自分らがそこに折れるかどうか、居やすい環境かどうかで、水は餌の3倍重要やって言われてるんです。電気的に組成を変えてて、イオン化させて多くミネラルとかと結合するようにしてるから、発育が良くなるし健康状態も良くなる。こういうのはちょっと調子悪いかも。勝たない味来てんの。今みんな多分朝餌も食って、例えばずっと餌やってないとこもあるんですよ。これ自動でなくなったら入るようにしてるけど、何かあったら大変なことになるから自動にしてないとこだったら人間が来るまで餌食べれないじゃないですか。そしたらカツえてるんですよ。
したらちょっと音聞いててくる。これ餌がなくなったとしたらほら勝手に自動的に餌が補充されるように、それをこのバンで制御してる。でもそれどっちがいいかその農場によるんですよ。これ例えばその何かのその表紙にリミッターがこの斜めになってたりしたらずっと餌が出続けるから、例えばこのタンク4トン丸々ある時にそれになってしまったら4トン分の餌がどこかにこぼれてしまうからやらないとこも多いですね。AI に聞いたら腹ペコの時間を作る方が食べるっていうデータもあるらしいんですよ。AI っていうのはうちも結構使ってて、ボトン管理システムを作ろうと思ってて、で将来的にはそこに AI も入れてより管理しやすいように。中国はもう顔認証まで使ってて、顔認証でボトンの識別してカメラで認証してで発情管理までしてるんで、日本は一次産業の DX 化が特に遅れてるんで、そこをやっていきたいな。さっき回った時に丘があるところにほとんど糞しなかったでしょ。でそういうとこを汚すってことは何かストレスがあるから豚が意思表示で汚してる。何もなかったらちゃんとトイレで糞するからきれい好きだから、今からコンポに糞を持って行って、でそれが終わったら従業員が肉の配達へ行くので、肉を取りに行きます。岡本さん、ショベル洗っとってください。強制的に発酵をさすコンポストっていうものがあるんですけど、それを電気的にブロワーで空気を送って発酵させて堆肥にする設備があるんで、コンポから1回こっちに出して、でこっちに入れてまたブロワーに当てて二次発酵。結構湯気出てる。水分がなくなったらもうサラサラの状態に。洗わないとこもありますけどね。でも毎日洗った方がやっぱ長く使えるんで、ボブキャットとかでも汚いところはめっちゃ汚いですよ。もう糞まみれで。うち全部このダンプもボブキャットも全部毎日洗ってるんで。でも仕事ってそうじゃないですか。他の人と違う何か一手間するのが料理人とかでも何でも、消費者の皆さんがどこで育った豚が食べたいか、臭くてね不衛生な場所で育った豚を食べたいとはやっぱ思わないじゃないですか。で多分扱ってる人もやっぱり大事にされて育った豚を取り扱いと思うじゃないですか。うちはもう全然見に来てもらってもいいし、もちろんちゃんとした衛生対策して、あとはもう全部どうしてそういう風に豚肉がなるのかとかを僕は自分で説明できるんで、匂いがないとか、なぜ柔らかいとか、どうして旨味があるとか、それやっぱり農場で話した方が一番分かりやすいと思う。豚の餌、添加剤フロールとタイロシン交互に入れよるやん。あれ半分ずつにできんかな。二宮さんに言うとってや。ここが全部姫ビトンって書いてるの、うちの全部。枝のままここに来て、でここで脱骨して、カットしてパックして、でここから出荷します。ほぼ自社でやっている。出荷から、販売も自社でやってるんで、飲食店やスーパーに卸すとこまでやってるんで、そこはなかなかないんじゃないかなっていう。途上から、
うちの肉を取り扱ってくれる岩畜さんに枝が毎日届いて、そこで脱骨してパーツごとに梱包して、それを毎週金曜日に、スーパーだったり飲食店に自社で配送するようにしてます。もうゆくゆくはもう全て自社で売るようにしたいなって思うのが夢ですね。親父の時は違くて、自分で全部ブランド化してもう全て変えた。消費者の顔を見たいし、誰が食べてどこに行ったら食べれるかっていうのがやっぱりあった方がやりがいにつながるので、それがしたかった。加納さん、あれ持ってきました。配達のテープ貼ろうか。そうですね。これヒレ2本取るんで、こっちにヒレ2本。はい。三好さんとこの姫ビトンをここで加工してるんですよ。であれ枝肉で職人がいろんな部位に分けて加工してる。まあおかげさまで姫ビトンの評価もいいんで。社長、これ予備にする破線にする。破線で。破線。肩ロース。肩ロース2ケース。12.1。はい。今日はもう2件だけなんで、普段は1等分とか積んで結構な量とかあるんですけど、今日は2箇所なんですよ。この松山の飲食店がある2番町とか3番町とかはもうなかなか運転しづらいんですよ。一方通行ばっかり。繁華街を走る時はもう心臓ドキドキしてるんです本当に。こんにちは。今気づいたライン。早かったけど大丈夫やろうか。奥です。どうぞ。焼きばっかりなんでよかったら。姫ビトンのチャーシューです。焼きたての姫ビトンのチャーシューは焼き豚です。SNS にうちのブランド豚があるって書いてたら、もう大将の方からぜひ使いたいっていう連絡があって、でそこからお試しで納品したところ気に入ってもらってずっと使ってもらえるように。これが雲白色、豚バラの茹でたもの。美味しいです。油が全然違うよね。くどくない。これもめっちゃ美味しい、この酢豚。出来たてのチャーシュー。当たり前に美味しい。めっちゃうまい。いつだったかな。あいつか。これメガネかけとるみたいで可愛くない。たまにこのなんでやろう、ハングリーにさせてやる。一回餌止めたりして、そういうの面白い。もう四六時中食べれると思ったらこいつらも安心してしまうな。餌は普通の農家は美味しくなるようには餌の配合は考えてないんで、うちは私が独自で配合したものを添加して美味しくなるように作ってます。旨味を作れるように仕向けてるって言ったらいいんですかね。餌自体は一般的なものなんですけど、それにプラスで足して美味しくなるようなものを自社で独自で足してます。それは多分どこも使ってないものなんで、うちだけ。さっき言ったブチ。すっげえ綺麗な色よ。ミルクティー。艶がいいでしょ。うちの従業員が社長もうこれ可愛いから出荷するのにやめましょうよ。これでもう管理は終わりですね。まあ昼からは取引先と会ったりとか、補助金あったら補助金の申請とか銀行とそういうのがやっぱ多いんで。
脂身がさっぱりしてて赤身の旨味が濃いのがうちの豚の特徴なんですけど、それが美味しさだと思ってます。なおかつ融点が低いんで豚だけど喉越しがいいと。まず最初にサンドイッチの本当はヒレカツカツサンドをやるときに輸入豚とかその国産豚いろいろ試してみたんですけど、もうまず何よりも臭いんですよ。こんなに分厚いととにかく臭い。でヒメビトンと出会った時にそのヒメビトンのまず衝撃だったのが柔らかさ。とにかく柔らかいで、匂いがもう全くそのいわゆる皆さんが分かるようなこう豚臭さっていうのがほぼない。うまみが非常に強いっていうのがあって、もう今はもうそれに惚れ込んでこのヒメビトンのヒレカツサンドっていうのをやってるんですけど、マルシェとかで販売した時とかに一番最初になくなるのは当然もうヒメビトンのヒレカツサンド、これがもうあっという間になくなりますね。このヒメビトンのヒレカツだとお子さんも食べれますし、何よりすごいのがこうリピーターの女性のお客さんとかでこれ2個食べれるとかっていうお客さんとかもいらっしゃるんですけど、本当に全然脂っこくないんですよ。だから1個のボリュームで最初皆さんびっくりするんですけど、気づいたら食べてるっていう、これがやっぱヒメビトンのまたもう1個の魅力かなというのがありますね。パサパサしないんですよ本当にこれって。だから肉自体のその保水力が高いっていうのはすごい扱ってて感じます。もう全部ロジックで説明できるから、なんでこうなるかっていうのは、もうそれ大丈夫、もうそう大丈夫、これ焼き加減も大事で、これ以上焼くと美味しくなくなる、硬くなるだけだから水分が出て。みんながやりたい仕事ではない。だからリクルートが難しくなるっていうのがこの業界の課題。だから少しでも楽に、少しでもかっこいい農家になるように僕ができることはやっていきたいなと。